どうも、今回はこんなものを手に入れてみました。これマキタの 40VMAX バッテリーの 8A バージョンになります。いや、でかい。これ最初見た時軽トラかなんかのバッテリーかと思いました。これちょっと早速開けてみたいと思います。中身はこんな感じになってました。でかこのバッテリー海外では結構前に販売されてて気にはなってたんですけど、最近日本でも販売開始されたんですよ。でこのチャンネルの登録者数もありがたいことにもうすぐ8万人を突破しそうなので、数字も偶然同じっていうことで記念に思い切って購入してみました。マキタの 40VMAX のバッテリーには容量の違うモデルがいろいろあるんですけど、こんな感じで 2.5A、4A、5A っていう感じで一通り全ての容量のバッテリー持ってるんですけど、それらと比べてもひときわ大きいのが分かります。今までこの 40VMAX の一番容量の多いバッテリーがこの 5A のバッテリーだったんですけど、これはこの一番容量の少ないこの 2.5A の倍あったと。で今回のこれはですね、この 4A の倍の容量を誇ると。でこの基地に存在するメーカー抜きにして一番大きい容量のバッテリーがこれだったんですよ。このミルウォーキーの 18V の 12A バッテリー、これが一番大きいバッテリーだったんだけど、容量換算するとですね、それを上回る容量がこれに詰まってると。各メーカーさんいろいろ頑張ってるんですけど、バッテリーはついにここまで来てると。これちょっと大きさ伝わってますかね。これ大きさ伝えるためにこのインパクトに装着してみたいと思います。これこれですよ。これこういったものにつけて使うかっていうと、ちょっとそれは違うと思うんだけど、こういった使い方もできると。これあったらこれ何本のネジ打てるんだっていう話ですよね。これでこれぐらいでかいと。これでかいってことはこれ結構重たいんですよね。重さはそれぞれこんな感じになってます。 1857g ですね。容量もでかいんですけど、重量もすごいと。これ何に使うかといったら、何にでも使えるんですけど、このブロワーとかにもこう使えるは使えるんだけど、これめちゃめちゃよく使ってて、フルパワーで使ってこれどれぐらい持つのか、また今度実験してみたいと思うんだけど、こういうものっていうよりは自分はこういうのに使おうと思ってます。これ、気に入ってるマキタの 40VMAX のチェーンソーになります。ここに、こんな感じで入った。これぴったりですね。もう多分これを開発してる段階でこの 8A も出るっていうのももう当然見込んで作成してたと思います。ぴったりです。逆に言うともう多分これ以上のバッテリーはこれ入らないですね。なので、これより大きい容量のバッテリーは多分出ないんじゃないかな。入らないんでそもそも。これがあればバッテリー切れを気にすることなくガンガンこう木を切断してあげることができます。今ちょっと時期的に暑くてあれなんですけど、もうちょっと涼しくなったら秋頃ですね、チェーンソーおじさんの丸さんと一緒にちょっといろんな木を切りに行く予定なので、そこでもガンガン使えると思います。で、結構でかい木を切ったりするんですよ。容量の少ないバッテリー持ってって途中でバッテリーが切れちゃったなんていうと命に直結したりすることがあるんですよね。最後こう追い口でこう切り倒す時に思い切ってこう切らないと変な方にこう倒れてきちゃったりとか、そういった時にこの容量の多いバッテリーがあるとこのバッテリー切れの心配がないんで安心ですよね。で、単純に木の切れる量も増えるんで、これ今までの 5A だとカタログ上だと66本、この20センチの太さのやつを66本切れるっていう、そういった感じで書いてあるんだけど、20センチがだいたいこれぐらいですかね。これぐらいの木を玉切りしたりこうしてあげるときに、これカタログ値には書いてないんだけど、おおよそで計算すると105本ぐらいこれで切ることができると。いやすごいですよね。これでもすごかったんですよ。これでもすごいなと思ってたんだけど、こっちだとさらに多くの量の木を切れると。なのでこういった高出力のものに自分は結構使うかなと思っています。あとはですね、これですね、このミニ保冷温庫、これ最近めちゃくちゃ自分よく使ってるんですよ。もうほぼ毎日、草刈りの時はもう毎日これ持ってってます。これにもちょっとこれ装着してみましょう。これちょっといけるのか不安なんですけど、ここ開けてここにガチャンと入ったパンパンですね。こんな感じで、無事入れることができました。これあれば
相当な時間これ冷やすことができると思います。これこのミニ保冷温庫の説明書なんですけど、ここに各バッテリーごとにどれぐらいの時間作動させられることができるのかっていうこの表があるんだけど、これ一番冷やせるのがマイナス18度まで冷やせるんですよ。要はフルパワーですね。フルパワーでやった時にこの 2.5A のバッテリーだと 3.5 時間で、この 5A バッテリーだと7時間ってあるんで、単純にこれの倍ですよね。この 4A の値、これがですね 5.5 時間ってあるんで、これの倍なので11時間フルパワーで作動させることができると。いやこれすごいっすよね、このバッテリー。これから結構キャンプとか自分行くんでこれ必ず持っていこうと思います。その理由がやっぱ2番目に大きかったかな。これはキャンプで大活躍すること間違いないです。その分重いんだけど、これの1個大きい保冷温庫もあるんですけど、それと比べるとこれかなりコンパクトなんで持ちやすいんですよ。物がこう入ってたとしても全然持ちやすいんで、しかも普段はこうやって設置しておくんで、その辺の重さはあんまり気にならないかな。これはキャンプとか出かける時は絶対持っていこうと思います。こんな感じでですね、正直このバッテリーはいくらあっても困んないんですよ。あればあっただけ何かしらこう役に立つんで、もうこれ持っといて損はないんで今回手に入れたっていうのもあります。で今夏なんですけど、こと夏場に関してはこれ一番使うのがこれなんですよ。草刈り機、それもスプリットモーターですね。スプリットモーターが何かちょっとご存じない方のためにざっと説明すると、これ分離できるこういったモーターなんですけど、アタッチメントを変えてあげることでいろんな工具として使えると。でこれの場合はナイロンコードアタッチメントっていうものになります。ここについているナイロンのコードで草をこうバンバン刈っていくっていう、そういった代物です。これをですね自分草刈りの時なんだかんだ言って一番よく使うんですよ。80VMAX の強力な草刈り機もあるんだけど、ちょっと草が生えてきたっていう時はこれをバンバン使うんですよね。ちょっとこれせっかくなんで現場行ってこれで草刈りしてみたいと思います。はい、ということで田んぼの方に来ました。ここがですね前までこのスプリットモーターにチップ層みたいなやつつけて買って、最後にこのナイロンコードでバーッとやったりっていう風にやってたんですよ。っていうのもですね、このナイロンコード、これがですね結構電力消費するんですよ。ただこれすごい便利で、もうこれ1本でできることならやっちゃいたいぐらい、それぐらい威力も強くてかなり便利なんですよ。なんでかといったらこういうコンクリとかこういった石とかにぶつけても全然火花が散ったりとかもうそういうこともない、安全だし、で何て言うんだろう、すごい綺麗に刈れるんですよ。これ仕上げもできるんだけど、なんならもうフルパワーで全部最初から最後までこれでやっちゃいたいっていうのがこのナイロンコードでやりたかったことなんですよ。5A でこれ試したことあったんだけど、やっぱ生い茂ってきちゃうとやっぱ途中でバッテリー終わっちゃうんですよね。でバッテリーを複数で運用するのもいいんだけど、いちいちこう取りに来て交換してっていう、もうその手間がめんどくさいんで、それを今回はもうこれだけで一回もこうバッテリーを変えずにできるかどうかやってみたいと思います。ちょっと重いですね。で今回今これマキタ純正のナイロンコードがついてるんだけど、ちょっとこれ変えます。これちょっと取って、もう今回はこれでいきます。これ最強のナイロンコードと謳われているオレゴンのフレキシブレードってやつです。こんな感じでもうギザギザで、もう見るからにこう威力が強そうな感じ。こう生い茂った草を粉砕するときはいつもこれでやってます。これ10センチぐらいこうずらしてここに装着すると。でこうあとはぐるぐる巻いて、あとはこう設置するだけですね。はい、こんな感じでよし、これで装着できました。
てな感じで8割ぐらい終わりました。で元の位置に戻ってきたと。でもってバッテリーの残量は残り1ですね。たださっきあの辺で残り2だったんですよ。まあ2に近い1みたいな感じだと思います。ちょっとこれで、まだもう1周ぐらいいけるんで最後仕上げ、やりたいと思います。ただちょっと疲れたんで、ちょっとだけ休憩します。これ8アンペアになったからといってこの作業が楽になるっていうかそういうわけではないんで、ちょっと休憩入れます。めっちゃうまいし体すごい冷えます。はい、じゃあこれ残りの1、バッテリーどれぐらいで終わるか、あともう1周行ってみたいと思います。はい、ってな感じで、今第2ラウンド行ってきたんですけど、途中まで、3分の2ぐらいまでは行ったんですよ。で最後そこののり面のところあっこやってる時に終わっちゃいました。ただ1ラウンドフルパワーと、第2ラウンド仕上げですね、それまでやってあげることができました。正直仕上げの方はいつバッテリー終わるかちょっと怖かったんで一番弱いモードでやってたんだけど、それでも第2ラウンドまで、やってあげることができました。ここ自分で言うのもなんなんですけど結構広いんですよ。それをこのバッテリーで一つだけで今回はできました。ただこれ思ってたことをそのまま起きたって感じなんだけど、やっぱ重いっすね。ここがすげえ疲れる。ちょっと重いんだけどこの容量は素晴らしいです。本当にバッテリー気にせずガンガン使えるんで、フルパワーで買っていくとやってて気分がいいっすね。効率もいいと思います。弱モードで、ずっとやるよりも強モードでバーッといった方が草もバンバン枯れるんで、ただ重いと。ちょっとこれで基地の方に戻ります。基地の方に戻ってきました。はい、ということで、今回8アンペアのこのバッテリーを使って、草刈りやってみました。で使ってみて良かったと思った点、これはですね、もうこのバッテリーの残量を気にせずにフルパワーでガンガン使えるっていうところですかね。やっぱ草刈り広い範囲やってるとどうしても残量を気にしながらやってるのがちょっとストレスだったんで、個人的には今回これ使ってバーッと刈れてめちゃくちゃ気持ちよかったです。でそれがゆえにバッテリーを複数持っていかなくていいっていうのがありますね。自分が管理してる田んぼがですね、軽トラとかその荷物を置いてあるところから一番離れたところっていうのがかなり遠いんですよ。でそんなところでバッテリーが切れたなんつったら軽トラまで戻ってくるのめちゃくちゃめんどくさいんで、そういった意味では複数持ち歩かなくていいっていう、そのストレスがなくなるっていうのが良かったかなと思いました。で使ってみてここがなと思ったのはでかくて重いっていうことです。これはもう買う前から分かってたことなんですけど、やっぱ使ってみると重さですね。重さが一番きついかもしれないです。ここがめっちゃ筋肉痛みたいに今なってます。前までのバッテリーではあまり経験しえなかった疲れがここに蓄積されてますね。なのでちょっと重いです。でかいからここはまらないかっていうとはまったんですけどね、取り回しとバランスがちょっと悪くなりますね。極端にこっち側が重くなっちゃうんで。なのでですね、これ、重いの嫌だっていう人にとってはこれを言っちゃおしまいよっていう感じかもしれないんですけど、8アンペアよりこれですね、この4アンペアこの4アンペア2つ買って持ち歩くなりどっか置いとくなりして交互に使うってやった方が全然軽いと思います。これ単純に倍ぐらい重さがあるんで、重さが嫌だっていう人はそういった運用した方がいいと思います。使ってみて思ったのはこれはやっぱこういった出力の大きいものに使うのが良さそうですね。これはやっぱ草刈り機ってずっと持ちながら1時間とか長ければ2時間とか平気で持ったりしながら作業するんで、常にそれを持ち歩いてると思うとやっぱこれ重たいんで、
この一極集中、こういったパワーの必要なもので、こう使うっていうのがいいんじゃないかなと思いました。あとはこれですね、この冷温庫とか、これはこう設置して常に持ってるわけじゃないじゃないですか。どこかに置いておいて、でたまに来て、こう冷たい飲み物を飲むみたいな、こういったものにはこの8アンペアのバッテリーいいんじゃないかなと思います。なので次使うとしたら直近だとキャンプですね。これキャンプ持ってって使おうかなと思ってます。ということで今回 40VMAX の8アンペアのバッテリーを使ってみたっていう動画でした。でこのチャンネルもありがたいことに登録者数もうじき8万人いくということで、ちょうど良かったということで8万人記念にこれ買ってみました。まだちょっと8万人じゃないんですけどね、あともうちょっとで8万人に行くっていう感じです。これからもこういったガジェットですね、こういうのを紹介したりとか DIY いろいろやったりとかしていきたいなと思います。これからもわさびチャンネルよろしくお願いします。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは。